ロングラグジュアリーネイル。皆さんこんにちは、パルチャンネルです。久しぶりに長いネイルにしてみました。今回はですね、このゴージャスなラグジュアリーなネイル全工程お見せしたいと思います。はい、こちらがいつもの長さ、そして普段はですね、この右手のような感じでシンプルに仕上げているんですけれども、はい、オフが終わりました。長さも出しました。という感じで右手だけ終わらせておきましたが、これからですね、この左手の方を使って、アートをしていきたいと思います。それでは早速オフをしていきます。申し訳ありませんが、オフは少し割愛させていただきたいと思います。マシンで削ってアセトンを染み込ませたコットンをアルミで巻いて、この状態になりました。オフが終わったら表面を軽くサンディング、バフをかけておきます。そしたら甘皮処理をしていきます。今回はですね、マシンを使ってドライケアで、いくんですけれども、こんな感じで爪の際のところに残っているジェルだったり、それから余分な甘皮を取り除いていきます。今使っているこのビットが甘皮、それから爪の際の部分を処理するビットで、この専用のものを使ってください。こんな感じでポケットを作るようにしてしっかりとかき出していきます。白いところがなくなるまで、そしてこのビットは寝かせ気味にしておくというのがポイントです。はい、ダストを払いました。今回はですね、長いネイルということでハーフネイルチップを使っていきたいと思います。ここにですね、番号が振ってあるんですけれども、この番号を目安に自分の爪に合うサイズをまずは準備していきます。ポイントとしてはこの爪の幅が合っているかなというところですね。幅が合うもの、それからカーブの合うものを選ぶといいかなと思います。今回はロングネイルということでチップを使わせていただきます。そしたらですね、どうしても中指のところがサイズがちょうどぴったりのものがなかったので、少し大きめのものを選んで、軽く削っていきます。人差し指も少し、大きいかなと思いましたので、こんな感じで合わないものは少し削ってちょうどいいところまで合わせたいと思います。こんな感じですね。まあいいかなという感じです。そしたら、こちらプレプライマー、今回使用するのはグレースガーデンの、グレースジェルに付属しているプレプライマー、そしてこちらはですね、ネイルグルー、100均で購入したものですが、100均の中ではこのグルーが一番気に入ってます。で、このハーフチップのへこみの部分にたっぷりとグルーをのせて、こんな感じでしっかりと押さえて貼り付けます。ちょっと曲がったかなそしたら、ここですね、グルーが入りきらなかったところには後から足してしっかりと押さえておきます。先端から少し中に押し出すように、グルーを押し出すようにして密着させる、空気が入らないようにするというのがポイントです。しっかりくっついているのを確認してください。割とすぐにね、密着してくれますので、まっすぐ真上から見て、位置を決めて押し当てるというのがポイントかなと思います。幅がしっかり合ってないと密着しないので、削りの部分で、幅を合わせておいてください。すべてしっかりくっつきました。これだけでもいいんですけどね、長いですね。それにしても私の地爪は短いです。そしたら、ファイルを使って形を整えていきます。本来でしたらここでネイルクリップなどを使って、短くするんですけれども、今回はカットをしないで、爪の形を作っていきます。ロングネイルなのでね。そしたら、形ができたら表面を少し削っていきます。全体が白くなるまで削って、この段差の部分がなくなるようにサイド、そして、くっつけた部分ですね、ここをなるべく平らになるようにこの辺りまで削っておきます。それでは形作っていきますね。形を作るときは、こっちのサイドを削ってこっちのサイドを少し削って、バランスを見ながら少しずつ合わせていくと綺麗に仕上がるかなと思います。バフを使うとより全体的に描きやすいですね。このくらいでいいでしょうか。
端を削ってもう片方のサイドを削って、様子を見ながら少しずつ合わせていきます。そしたら表面を白くなるまで削って、段差をなくして準備をしておきます。はい、これで、形が整いました。そしたらですね、またもう一度プレプライマーを塗っておきます。この後ですね、アクリルをのせていきますので、プレプライマーを塗ったら今度はプライマー、これはジェルだったりアクリルだったり、爪との密着を良くするものですね。先ほどのプレプライマーは油分除去のものです。これはですね、皮膚につかないように気をつけながら、そして少し乾かしておきます。はい、それではアクリルリキッドとアクリルパウダーですね。アクリルというものはこのリキッドとこちらのパウダーを混ぜると化学反応を起こして人工の爪を作ることができるというものですね。本来だったらこれで長さを出していくのですが、今回は、このチップの強度を出すためにこちらを使っていきます。筆にリキッドを染み込ませてパウダーをつけるとこういったミクスチャーというものができます。こちらを、爪とチップの境目に乗せて、まずはここを補強していきたいと思います。筆の腹を使ってなじませていきます。少し、ミクスチャーが硬かったので、リキッドを足しました。で、チップ全体に伸ばしていきます。これすぐ固まってしまうので、ささっとやっていけるといいかなと思います。そしたらですね、キューティクルライン、先ほどよりも緩めのミクスチャーを作って根元にポンと乗せたら、少しずつ広げていきます。こんな感じですね。先ほどよりもだいぶ柔らかい流れやすいミクスチャーになっているかと思うのですが、柔らかめにしておくと形成がしやすいです。で、先ほどのところとつなげてこんな感じで滑らかな仕上がりになりました。もう一度いきます。筆にリキッドを取ってパウダーをつけて境目にのせます。ここでですね、少し山を作っておくと後から形作りやすくなりますね。で、2ボール目、ここ先ほどのせたところとつなげるようにして、固まらないうちに2回目のミクスチャーをのせて全体に広げておきます。そしたら、緩めのミクスチャーを根元にのせてキューティクルにつかないギリギリのところまで広げてなじませていきます。ここはみ出してしまったら筆で削ぎ落としますね。アクリルを使う時のポイントは筆で強く押さないというところですね。優しく優しく、筆で伸ばしていくようにして作っていきます。あとはですね、すぐに固まってしまうので時間との勝負です。慣れるまで、たくさん作っていくのがいいかなと思います。はい、固まりました。そしたらですね、今度はサイドを削っていきます。最後のファイリングになりますが、この両サイドに、流れてしまったアクリルだったり、それからはみ出してしまったものはここでしっかりと落としておきます。これがはみ出たままになっていると浮いてきたり外れてしまったりする原因になりますので、しっかりと削っておきます。で、表面も、マシンを使って削っていきたいと思います。ここの際の部分、そして形を整えていきます。キューティクルラインのところを薄めにしておくと、取れにくく形が綺麗になるかなと思います。そしてですね、こちらがですね、真ん中がへこんでいる状態でした。こういう場合はアクリルをさらに少し足すか、出っ張っている部分を削るかで、対応します。私は今回ですね、削っていく方にしました。この後ジェルをのせると厚みも出てきますので、薄めに作っていきたいと思います。今回この長いネイルなので、アクリルをのせて強化をしております。ジェルをのせても大丈夫なのですが、アクリルが一番強度が出ますので、アクリルで補強をします。全体的に最後の削りで、形を整えていきます。はい、そしたらダストを払って出来上がりました。長くていいですね。もうこれだけでもテンションが上がります。横から見るとこういう感じ、段差もなくカーブもしっかり、つきました。
そしたらですね、この可愛くないシリーズ歯ブラシのようなダストブラシ、先ほどのダストブラシよりも硬めのものですが、このキューティクルに入ったダストをしっかりとかき出しておきます。これがねやっぱり可愛くないんですが一番取れます。はい、土台が出来上がりました。ここまでが一番長い工程なのですが、早送りで申し訳ありません。やっぱり長い爪はテンションが上がりますね。それではベースコートを塗っていきたいと思います。グレースガーデンのグレースジェルを使用したいと思います。ここからは普通にジェルネイルのアートになっていきます。筆の片面にたっぷり取って全体にのせていきます。今回塗る面積が広いのでたっぷり取っても十分なくらいですね。一度では塗りきれないくらいでしたね。今回使用しているグレースジェルなんですがとてもコスパがいいのでおすすめです。しっかりくっついてくれますのでね。はい、それでは硬化したいと思います。硬化が終わりました。ツヤツヤのクリアな状態ですね。そしたらベースのカラー、こちらはですね色ジェルさんから出ているバーチャルピンク、こういったベージュのようなカラーに見えるのですが、塗っていくと薄いピンク色になってすごく肌なじみが良くてとても気に入っているカラーです。チュルンとした少しシアー系の透明感のあるカラーですね。こちらを薄く一度塗りしていきます。二度塗るとこの透明感っていうのがあまり見えないので、今回はですね少し透明感をより出した感じにしていきたいと思います。普段使っているカラーもこれが多いですね。硬化します。はい、硬化ができました。右手のアートも終わっております。今から左手を同じようにアートしていきたいと思います。これだけでも十分なんですけどね。それでは色ジェルさん C の24クリアカラーのホワイトです。そして色ジェル D の29、これはですねグレージュのようなカラーを選びました。これも好きなカラーです。そしてネイル工房さんの温泉はお好きですかという、これマグネットジェルなんですが温度で色も変わるという面白いジェルですね。そしてネイルタウンさんのシャインダスト03、これすっごく好きなゴールドなんですけれども、それでは作っていきたいと思います。クリアのこういった感じのホワイトなんですね。これをランダムにまずは広めに配置をしておきます。今回ですねグラデーションっぽくしたいので根元付近は少し開けておきます。そしたらこのグレージュのカラーを今のせたホワイトの隣に少しずつのせていきます。こんな感じですね。ホワイトが足りないのでちょっと足しておきます。はい、そしたら、次にこちらダークブラウンのようなカラーなのですが、これ少しシアー系なんですよね。クリア感のある濃い色で、ラメのようなグリッターが入っております。こういったニュアンス系のものを作るときにはゴールドの箔なんかを入れたりするんですけれども、今回はですねこのラメを活かしていこうかなと思います。カラーをのせ終わったら筆の端を使って少しずつ広げてなじませていきます。ここで全て混ざりきらないように注意しながらカラーの端を広げていくという感じで、濃い部分を残しつつ、カラーの周りをぼかしていく。そして根元の方には薄く広げていくという感じですね。このグレージュのカラーが少し見えにくいのでほんの少しだけマーブル状に広げておきました。それではここで一旦硬化します。はい、硬化が終わりました。このブラウンがですねやっぱり少し足りないなと思いましたのでもう一度上からのせていきます。なるべく同じところに重ねていくんですが、その間を縫ってホワイトをまたのせていきます。でぼかしていくという感じですね。少し色が濃くなってしまったところは上からホワイトを重ねて少しぼかしていきたいと思います。では人差し指にも同じようにアートしていきます。はい、そしたら、こちらのゴールド、このブラウンがラメがかっているのでそれを強調するくらいにのせておきます。ですがねこのゴールドですねすごく密度が濃くてキラキラになるんですね。なのでこれはほんの少しでいいです。ほんの少しだけのせてこのラインを強調するようにしてのせていきました。小指は真ん中あたりにこのニュアンスマーブルを作って同じようにゴールドをのせて硬化したいと思います。
はい、では薬指、アクセントになる指ですね。こちらはね、どうしようかなと迷っていたのですが、このゴールドを入れようかなと思います。今のところで止めてもいいかなと思ったんですが、先端まで伸ばしてゴージャスに仕上げたいと思います。そしてこちらはセリアさんで購入した乱切りのホログラムですね。これがですね、キーボードにも使ったものなんですが、入るとかなりゴージャスな感じに仕上がります。形がランダムになっていて反射がすごくいいんですね。それではこの人差し指のような先端の細いフレンチを作っていきたいと思います。先ほどのゴールドを筆に取って筆のまっすぐな部分を使ってラインをまずは形作っていきます。そして先端の方に伸ばして、本当はねこのくらいの幅がいいんですが、何も乗せなければ今の幅でもすごく十分なアクセントになります。ですがね、この後ストーンを乗せたりホロを乗せたりするので、このくらいまで広げておきました。端までしっかり伸ばして、ここで一旦硬化します。硬化が終わったらクリアを乗せてホログラムを乗せていきます。この細かいラメの上にホロを乗せるとよりキラキラ感が増すかなと思います。そして少しはみ出てる部分は大きさを変えるなり筆で中に押し込むなりして硬化をします。はい、硬化が終わりました。それではストーンをつけていきたいと思います。すでにねトップコートは塗ってあるのですが、最後の、工程クリスタルワイプレストップというのを使っていきたいと思います。こちらのノンワイプのトップなんですが、ご覧の通りかなり粘度が高めのワイプレストップとなってます。普通ノンワイプのものって結構サラサラしたものが多いんですけれども、これは粘度が高めなので最後ストーンを乗せるのにもちょうどいいかなと思い、こちらを選びました。そしたらこのラインに沿ってグラデーションになるようにストーンを乗せていきます。上からコーティングをしたくないので端の部分このくらい埋まるんですね。粘度が高めなので、上からコーティングをしなくてもこの密度のストーンの配置でしたら落ちる心配はなさそうですね。なので、今回はこれでカバーをしないトップにしたいと思います。石をコーティングしてしまうと輝きがなくなってしまうのでね、この大きさなら大丈夫そうです。硬化が終わりました。いいですね。親指はこんな感じで仕上がってます。そしたら残りの4本をコーティングしていきたいと思います。こちらはスカルプチュアという、種類のジェルなんですが、こちらをトップとして使用したいと思います。今回ですね、これはかなり長さ出しもできる固めの粘土のジェルなんですが、トップとして使用して、ここでデコボコになっているところを全て平らにしていきたいと思います。平らというか滑らかな状態にしておきます。そしたらこのピンクゴールドのハートのスタッツを先端につけましょうかね。これキーボードの矢印キーです。仮硬化しますをイメージして、載せておきました。これね、本当は根元に載せた方がいいかなとも思ったんですが、先端の方に載せてよりキラキラに、今回ゴージャスラグジュアリーがテーマですのでね、キーボードにも合わせて作っておきたいと思います。はい、ここは普通の、楕円形の形にしておきました。そしたら、先ほど使ったまたワイプレストップ、こちらを塗ってストーンを配置したいと思います。このスタッツの上に置いて、はい、矢印キーと同じデザインにしていきたいと思います。キーボードを作った時にね、ハートの上に一つだけ、クリスタルを乗せておきましたのでお揃いです。はい、硬化が終わりました。完成ですと思ったんですが、この長さとゴージャスさだともう少しアクセントが必要かなと思い、ストーンをつけていきたいと思います。立体のパーツですね。少しだけ根元をサンディングしたら、今回はですね、このパールと V カットのストーンを配置したいと思います。先ほど使ったスカルプチュア、粘度が高いジェルを根元に少しのせます。少しといってもですね、横から見て、このくらい持っている状態。そしたら、パールをのせます。そして先ほどよりも小さいパールをもう一つのせて、この隙間に V カットの先端が入るように配置して寄せていきます。いいですね。とってもゴージャスになりました。そしたら安定するようにですね、こちらにもパールをのせたいと思います。
かなり安定が良くなりました。そして、ここの間にピンクゴールドのブリオンをのせていきます。ゴージャスになっていきますね。で、安定をさせるためにこちらには少し大きめのブリオン、根元の方にも、安定させるためにブリオンを配置します。これでですね、引っかかりがなくなる状態になります。はい、硬化します。そしたら、先ほどのワイプレストップ、これをですね、ブリオンの上にもしっかりコーティングをしておきます。ブリオンはコーティングされてないと色が落ちてきてしまうので、しっかりコーティングして、V カットのストーンの上にはのせません。硬化が終わって完成です。出来上がりました。ロングネイルラグジュアリーゴージャスバージョンですね。大変お疲れ様でした。とってもいいです。久しぶりの長いネイルです。ゴージャスに仕上がりましたね。先ほど言ってたキーボードはこちらなんですけれども、これに合わせたデザインにしようかなと思いました。かなりねお気に入りですので、気になるタイピングができるのかというところですが、特に問題なくできますね。長いのでちょっと心配だったのですが、大丈夫そうです。はいということで、今回も急ぎ足となってしまいましたが、ロングネイル全工程お見せすることができました。やっぱり長いネイルはテンションが上がりますね。普段も長めで作っているんですけれども、今回はいつもよりもさらに長めにですが、ジェルをのせたらやっぱり厚みと丸みが出て、思っていたよりも長く見えないなというのが正直な感想です。これね、パーティーに行くしかないですね。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。